い。です。なんかいろいろごちゃごちゃして。ライブ配信中です。はいはい。もうこれは触らなくていいよね。このままでいいね。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、ちょっとお二人のご紹介させていただきますね。はい。ちょっと配信できてるか、ちょっと確認もさせていただきます。まだちょっと配信ができて、大丈夫ですね。視聴者の方がいらっしゃるので。はい。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。お世話になります。こんにちは。本日は日本のスピリチュアル界の第一人者である翻訳家、講演家でアルケミスト、前世療法、ザ・シークレットなど、引き寄せという言葉の生みの親でもあります、山川明子さんと、そして1250組以上を超える演談をまとめてこられた、テレビや講演会で引っ張りだこの伝説のご縁の神様こと、結婚相談所の茜屋の橋本清美さんと対談させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。恐れ入ります。恐れ入ります。橋本さん。よろしくお願いいたします。お願いします。ようやくね、1年前にね、お話ししようとしてたんですけども、ようやく今日に叶いまして、本当に。ねえ。ねえ、嬉しいです。お忙しい方にお目にかかれて、はい、もう光栄でございます。それこそ光栄です、本当に。ごめんなさい。お年聞いていいのかな、おいくつで。私は今年1月に80歳になりました。80歳は私の方が上じゃん。先輩ぐらいで、本当に。橋本さんは何歳ですか？ 6。お元気です。86には見えない。ねえ。うん。だからね、86だったらどんな顔してたらいいんかな。もう今皆さん若いしね、でも。86らしい顔ってどんなんかな。いやどうなんでしょうね、本当にね。本当にお二人とも80歳以上に見えずに、で、しかもお二人ともすごいシャキシャキ歩いたり走ったりされてて、で、しかも共通点はその戦前を体験されていて、で、ちゃんと自分の仕事を持ってらっしゃって、それが自分も生き生きできるし、周りの方もすごく生き生きさせてらっしゃるなって、そこがね、すごいなって思うのと、もう一点、明子さんと橋本さんの周りにはすごい人が集まってくるなって、で、なんでだろうかなってずっと考えてたんですけども、なんかそれは人をジャッジせずに、そのままでいいんだよって受け入れる器の大きさっていうんですかね。心の広さ、器の大きさが、そして感受性の豊かさっていうのが、実に素晴らしいなって思うんですけども、その点、橋本さん、どう思われます？みんなが集まってくる秘訣っていうのは。皆さんのように、そういうふうに受け止めていただいたら、本当に光栄です。私は本当にその通り、ね、もうどんな方でも何か縁があって、今日ね、この時間にこうして会えてるってことは、もうどんな方とでも奇跡的な出来事やと思うんです。もう一回一回が、その瞬間瞬間がね、奇跡的なこと。この奇跡っていうのはね、そうそう起こるもんじゃないんですよ。ね。めったに起こることじゃないから奇跡っていうね、言葉がついてくるわけで、こうして今ね、お目にかかってることって、もう1年前からね、って言ってたことでも、こうして今日元気でね、お会いできたってことは本当奇跡的な出来事だと思ってます。だから一瞬一瞬、誰とどなたと会っても一瞬一瞬とっても大切に思う。かけがえのないこと。だってね、今日ね、さよならってお別れしたらね、だから私はお別れの時のね、別れ方っていうのはね、その時の礼儀ってすごい大事だと思うんですよ。絶対次また会えるっていう保証ないもん。でしょ？そうですよ。そしてね、別れの瞬間のね、その印象っていうのは一生残る。だからどんな人とでも悔いのないね、気持ちのいいお別れの仕方をする。だってね、どんな人とでも絶対次会おうねって言ってお約束しても会える保証はないもんね。だからいつもどなたとお別れさよならするときでもさよならってするときでもね、
もうこれで会えないかもしれないと思って心を尽くしてお別れする。ああ。なんか橋本そのさん、そうですよね。それだけはもうずっと守ってきた。なんかいつもそのお別れ際に本当に消える、去り際まで、その見えなくなるまで、その、相談所もそうですけども、お見送りされてますもんね。本当に後ろ振り返っても、あ、まだ、お辞儀されてるだとか、その、本当にその去り際に人の品性っていうのがすごく、出てくると思うんですけども、私それがその橋本さんにも感じますし、明子さんにもすごい同じものを感じるんですよね。その去り際だって。そうなんや。はい。その受け止め具合だとか、その点に関して明子さん、どう思われます？でも本当に、私たちは、ね、そういうふうに人を結びつけるとか、そういうふうに、なんか人のために何かするっていうようなことをしてるわけじゃなくて、本を出したり、またはこうスピリットダンスっていうのをやってるんですけどね。で、月3回夫と2人でスピリットダンスっていう場を設けて、みんなに来てもらって勝手に踊ってもらうって。で、そういうふうな形で人が集まってくるっていう感じなんですけれども、でも、もう来る人を絶対拒まないっていうことが第一法則。で、それからやっぱりそのいる間は本当にみんなに気持ちよくしてもらいたいっていうことと、それからやっぱり帰る時には本当に一期一会ってとこまではなかなかうまくいかない。でもさようならってちゃんとご挨拶したりとか、それから今あれですよね、もう86歳におなりだったらもっと私よりもっとかもしれませんけど、やっぱり80にもなるとね、今まで本当にもうこれずっと一緒にいようと思ってた方がね、突然亡くなったりね、本当に消えてってしまうんですよね。それこそ一期一会っていうのが一期一会じゃなくても、もう今まで次に会うのが当たり前だったっていうのが、全然そうじゃないっていうのは、もうなんか、この年になると本当に感じますね。でもちろん若い方でも亡くなっちゃった方がいらっしゃるし、私たち亡くなってもどっかにいるよねっていうふうにはいつも感じて、その方の存在は感じられるけど、でもね、やっぱり本当に実際にお目にかかることができないっていうので、本当に去り際も、その一瞬一瞬が本当大事ですねっていうのはもう今感じてますね。お別れする瞬間っていうのはね、もう生涯かけがえのないことなんよね。次会えるっていう保証ないもん。どんな人とでも。だから、別れ際のね、礼儀っていうのはすごい大事だし、ね、本当にその時に何気なしに、じゃあね、じゃないんですよ。ね、今日この人と会えたことって奇跡的な出来事なんですよ。毎日会ってても、毎日が奇跡よね。明日会えるっていう保証ないし。だから、どんな時でもお別れの時は心を尽くして、絶対後悔のないようにね、いい印象でお別れしましょうっていうことを誰にでも言う。だから、例えばお見合いの後でもね、もう今日はお見合いいっぱい期待してきたけど、大した人じゃなかったわと思ってね、お粗末なね、別れ方なんか絶対ダメ。ね。こんなたくさんの人がいる中でね、今日お二人がね、お二人だけで時間を持ったっていうことは奇跡やもんね。その奇跡で、ね、もう一度起こそうと思っても、奇跡っていうのは一度っきりしかないから奇跡なのよ。もう一度ね、この雰囲気を作ろうと思っても無理やもん。ね。だからどんな場合でもね、出会った時に少々ね、失礼なことしたな、失敗したなと思っても、あえてお話ししてる間にそれをね、解消することってできるじゃないですか、後の対応の仕方でね。でもお別れするときに嫌な印象を与えたらもう一生、もうどうにもならんもんね。だからどんな人とでも、もうこの人とはこれで今日で終わってもいいんだと思っても、心を尽くしてね、礼儀正しくね、お別れしましょうって、お別れの時のね、その作法で、その人の人格が決まる。なんかその一瞬一瞬を、すごく、二人ともそのご縁もそうですし、一瞬一瞬をすごい大事にされてるからこそ、その、柔軟に動けて、そして目の前のものを受け取って、この本にも、明子さんの本にもあるんですけども、人生は奇跡の連続。この明子さんが別に、この翻訳家になろうとして別になったわけではなくって、目の前のただ、この本、日本人の人にもっと知ってほしいっていう、この旦那さんが持ってきた本を、私も訳したいとか、
こう目の前のそのものを受け取って展開していく、一瞬一瞬を大事にされてたからだと思うんですけども、こうしてやろう、ああしてやろうとかじゃなくって、この展開型に奇跡の連続で生きるっていうコツっていうのは、あきこさん、どういうことだと思います今思えば。な私はぜそのように。本当にある意味恥ずかしいんですけれどもね、いろんなことやってみて、若い頃これがしたいとかあれがしたいかってことはあんまりなかったんですよ。なんか、はい。その与えられたものをその時にやって、もうああいう人になりたい、こういう人になりたいってほとんどなくて、ただもうその場でできることをやってるっていうことの積み重ねで40ぐらいまで来ちゃったんですね。で、子供がいなかったんです、私。で、子供欲しかったんだけれども、いろいろ、まあ、もう40年も50年の前ですからね、の頃、今みたいに不妊治療っていうのがあんまり大したことなくて、だから結構簡単に諦められて、まあ、子供のない夫婦2人の生活だななんて思ったのがもう30ぐらいで、それからずっと来てて、で、あともう夫が転勤したりついてったり、また30代自分が自由だからじゃあ働いてみようかなとかね、それをちょっと探しましたけれども、でも何になりたいってこと全然なかったんですよ。40過ぎてから、ちょうど、橋本さんがご主人亡くされた頃かなぐらいに、私は、主人が突然公務員してたのに翻訳をしたいって言ったので、それに飛びついて私もやらせてって言ったのが始まりだったんですね。で、それからもう、流されていくっていうか、まあ、ある意味そういうふうな自分が何をしたいって何かになりたいっていうことは全然なかった。やっぱりこう、翻訳したかったら翻訳したいっていうところはあったんですけどもね。本当にそういう意味じゃ、もうその時にできることをただやってきたって言ったら、だんだんやっぱり自分自身っていうのが分かってきて、あ、これでいいんじゃないかなって言ってた。私すごい、自分自身に自信がなかったんですけれども、でもそんな自分でもいいんだよってことを一生懸命考えながら来て、ここまで来たっていう、それだけなんですよね。本当に。ただ何かになりたいとか、そういうんじゃなくて、目の前の来たものに対して、こう一生懸命してたらそういう風になったって言って、40代、橋本さん48歳でその旦那さんを亡くされて、その3人のお子さんを育てられて、で、あきこさんその40代でその旦那さんが3年間喘息で、不治の病になられて、その看病されている時にも、私が、もう、旦那を養ってもいいっていう覚悟で、されてたと、本を見てて思うんですけども、なんかそのお二人、そういう状況に立たされた時に腹をくくるじゃないけども、なんだろうな、覚悟がすごいなって思ったんですけども、橋本さんにしろ、その48歳で旦那さんに突然死なれて3人の子供を養わなきゃいけないってなった時の、その時の気持ちとかってどんな状況だったんですか？なんかね、あの人が亡くなったことによってね、やっぱりそれまでってお姑さんとか、ね、小姑、もう私、娘が4人いるところに、ね、女兄弟が4人いるところに嫁に行ったわけよ。そして旦那さんが、息子1人で、あの人が長男で、全部女の人っていうか、小姑やったんやね。そういう中には、飛び込んでいったわけやから、ね。だからそこで嫁姑、小姑たち、そして親戚とのいろんな確執あった。ね。でもね、うちの旦那はいつもね、ばあさんが、その時ね、おじいちゃんっていうのはお父さんやけどね、その人が寝込んでたんですよ。ずっと病気でね、長くね。ほんで、その世話も私が嫁に行って、その日からお世話したの。おじいちゃんのお世話ね。だから、旦那さんのお父さんやけどね。そして、でもね、おじいちゃんは、うちの家内はねって、だから、姑のことよね。あの人は無知な人やからね。何を言うかわからんって。だけど、お前が我慢してよ、言ってね。それは、そういうふうにおじいちゃんが私に言ってくれてた。
でもね、旦那さんも、私の主人も、おじいちゃんがいないところでね、ばあさんは本当に無知な人でね、何を言うかわからんって。で、女兄弟もたくさんいてね、苦労かけるけど、いつまでもそうじゃないから、ばあさんが先死ぬんやからね、ばあさんが死んだら、ね、兄弟たちも変わるからって、母親がいるからね、娘たちも嫁に行っても来るじゃないですか。しょっちゅう、いつもその人たちのもてなしで私はもう毎日を暮らしてたようなもんやったからね。だから今は苦労かけるけどね、そのうちばあさんが死んだらね、その妹たちも兄弟たちもこの家に来なくなると。ね。だからお前が今は辛抱してくれって言っといて、自分が先死んだんよ。ね。ばあさんが先死ぬってね。だからね、命なんてね、順番じゃないんですよ。年齢じゃないんですよ。ね。ばあさんが先死ぬんやから。そして娘たちがみんな嫁に行ってね。で、あの人と私の子供とおばあちゃんと、で、おじいちゃんも亡くなったからね。だからばあさんが一人になったわけや。お姑さんが一人になったわけね。そしたらね、ばあちゃんがどうせ先死ぬんやからね。あの人が死んだらね、お前の好きにさせるから。とにかく今は我慢してくれって、辛抱してくれってずっと言い続けたの。私をなだめるのがあの人の仕事やったの。だからそういう意味ではかわいそうだったなと思う。私がいじめられてかわいそうじゃなくて、自分はよ、自分のことかわいそうやなと思ってない。ね。だけどそれをおもんばかってる旦那さんの気持ちがかわいそうだった。ね、でも、ばあさんが先死ぬんやからね。だから、お前の好きにさせるから今はね、耐えてくれっていうのがあの人の願いだったのよ。でも、耐えてくれ。私は大丈夫よ。ね。大丈夫やからってね、どんなことでも修行やと思う。私はね、修行っていう言葉をね、ずっと子供の時から思ってたんですよ。だからね、私の修行やからね、大丈夫やって。私はそんなひ弱な女じゃないからね、心配せんでいい言って旦那に言い続けてたんだけど、そのうちに旦那さんの方が先亡くなった。でもね、あの人が亡くなったことによってね、橋本家から解放されたんよ。そのね、あの人が中心でいるから、みんながそれを大事に思って、親戚の人たちも、兄弟たちも、橋本に集まってたわけよね。でもあの人がいなくなったら、本当に抜け殻みたいになってね、もうそんな親戚付き合いやの悩みっていうこと、そんな深く考える必要がなくなったのよ。それから私は解放されて、だからね、あの人と、いつかね、それまでに、職場でいろんなことを頼まれてね、なんていうの、縁談を、ね、いろんな人のね、縁談を頼まれてね、いろんなお世話させてもらってたんですよ。お見合いから、ね、お結納から、結婚式から、それも全部あの人が段取りしてね、結婚式の式場まで段取りしてね、皆さんのを、そして私たちが仲人としてやらせていただいた。そしたらね、それが終わると、子供たちがって新婚夫婦が、新婚旅行にね、その新婚さんを送った後、ね、皆さんが、親御さんがお礼に来てくださるわけですよ。ね、何から何までお世話になって、娘たちは無事にね、新婚旅行に行きました。そして、新婚旅行から帰ってきたらいつも駅まで迎えに行ってたのよ、私らもね。そしたらね、親御さんが必ず私たちにお礼をくださるんだけど、一切受け取らなかったんです。すごい。だから今は、このお金をいただいたんではね、自分たちがお世話したことが消えるんだって。これは全部ね、ご厚意ですね。そして皆さん信頼されて、ご厚意で貸してもらったんだから、ね。だから、ね、そういうことは自分が定年になったらね、ちゃんと、ね、きちっとね、今は結婚相談所じゃないんだからね、頼まれてやってることやから、そんなんでね、その代償をいただいたんではね、このご縁が消えるって、この親切がね、親切じゃなくなると。だから、それはダメだっていう、そのあの人の清い心に応えて、私は、はいってね、でも、だから全部手弁当や言ってみたらね、結婚式に行くのもね、留め袖ね、ほら、着付けするのも全部お金かかるじゃない。そういうことも全部自分持ちで、ね、して、そして結婚式場の用意から、新婚旅行先までね、全部段取りしてたんよ、旦那さんが、うちの旦那さんが。そういうことはようできたなと思う。旅行に送って、ね、
そうなんよ。そしたらお家の人たちが必ずお礼に来るわけですよ。ここまで仕掛けていただいて、何から何まで。でね、それは本当に感謝感激やわね。なかなか結婚しにくい時にね、相手を見つけてよ。ね、お見合いから、お付き合いから、結婚式までね、して、新婚旅行まで見送ってね。でも、一銭ももらわなかった。そして、それは自分が、今は自分も働いてるんだしね、そんなんでお金をもらったんではね、このご縁がね、価値がなくなるんだって言って、だから私はそれに応えてね、で、定年になったらね、ちゃんと本町に行って、その頃から本町、ここ本町やけどね、本町に行って、事務所を構えて、きちっとね、結婚相談所を開こうっていうのがあの人との約束やったんです。それがね、志半ばにして、ぽっくりとね、おばあちゃんも元気ピンピンしてんのに、あの人が先に亡くなったんですよ、がんでね。がんの宣告を受けてね、40日目に亡くなった。早かったですね。その時にね、2ヶ月しか持ちませんって言われたんよ、宣告された時にね。でもその2ヶ月を持たなかったね、40日で亡くなった。ね、で、その亡くなる時にね、言ってくれた言葉がね、お母さんが、もう最後によ、最後の10日間ね、もう2ヶ月持ちませんよ、言われたのよ。で、40日ね、だから最後の10日間ね、もう本当に、ね、言葉もなく、本当にもう喋ることもできないぐらい、ね、あれだったの。そして最後の日にね、最後の時間に目を開けて、しっかり開けてね、夜中やったんですよ。お母さん、お母さんって呼んでくれてね。そして、あんたはかわいそうなことしたなって言ってね、ばあさんが死んだらお前の好きにさせるから言うといてね、自分が先死ぬわけだからね、自分はもう死ぬんだっていうのはね、覚悟してたね。だからその時にね、かわいそうなことしたって。でもね、自分はとっても幸せやったでって言ってくれたんよ。このね、幸せやったでって言ったこのイントネーションがすごく今でもね、ここに響くんだけどね、幸せやったでってね。だからまたね、あんたには苦労かけたけどね、生まれ変わったらもう一回結婚しようって。生まれ変わって結婚しようって。だからね、あ、そういうこともあるんだって思ったのよ。その時に本当にね、それがね、ビシーとここに染みてね、そうや、生まれ変わってまたね、この人と結婚できるんだったらいいやと思えたんよ。だから、生まれ変わってももう一度この人に会えるんだっていうのがね、なんとのね、自分の体全身でね、納得できたんですよ、その時に。そしてその夜、その話、その言葉を言い切ったね、もう30分ぐらいで亡くなった。だから最後のね、そこまでちゃんとね、40日間きっちりね、あの人のそばに寄り添って十分見たから、それが私の生涯の仕事だったなって思えた。だからそれくらい、だからね、別れの時の言葉って大事よ。それが一生ね、自分の背骨支えてるんやもん。背骨支えてる。あの人がね、その言葉残してなかったら今の私ないよ。どんな女になったかわからんよと思うよ。本当に。それで亡くなって、その結婚相談所をもう立ち上げてっていう、もうその時の覚悟ってもう、どんな感じだったんですか？だからね、亡くなって、それはもうね、お葬式でもすごかったよ。1100人来たんよ。お葬式ね。そんなことありえなかった。お二人では何組ぐらい結婚させてあげたんですか？その時でね、そんなに何組っていうほどじゃない、13組ぐらいかな。すごいですよね、まだ若いんだもんね。同僚の人とかね、ご近所の人とかで、で、ちょっとした知り合いで、ね、そんなんで、まあ、あの人に言っといたら、いい人紹介してくれるよ、みたいな。別に何のね、手がかりもないし、何の資料もないのにね。でもね、そんなんで、12組か13組。だから、そう、13組。13組。13組を2人でご成婚されてて、その後、橋本さん1250組1人で。だから、そう。そして、あの人と、まあ、2人でね、いつか本町でね、自分が定年になったらね、事務所を開いてね、ちゃんと相談所として掲げて、ね、事業としてやるんだっていうことをやったんよね。そしたら、定年になれば退職金も入るしね。
ね、そしたらそれで、それを式にしてできるじゃないですか。だけど、ね、だからそのつもりでいたわけよ、旦那さんは。でも、志半ばにしてあの人は行っちゃった。でもね、だから、ね、なんていうのかな、定年退職で退職すると、すごく退職金もしっかりあるよね。だからそれが生涯の、いろんなね、人生設計になるんだけど、ね、定年になる前に52歳で亡くなってるわけやから、60歳が定年なのに、52歳で亡くなってるわけやから、でも、ちゃんと退職金もいただいたしね、でもね、お香典がね、その頃のお金でね、400万あったんですよ。ね、本当に。そして、普通やったら、お香典返しはだいたい半分するじゃないですか、お香典はね。お香典返しは半分ね。でもその時に400万と、そして40日間入院してた時にいただいたお見舞い金が100万あったんですよ。それを合わせて500万。ね。その500万を資本にして、あかねや有限会社を立ち上げたんです、私。じゃあもうすぐ、亡くなってすぐ立ち上げたってことですか？あの人は、亡くなって、初なのか、二なのか、未なのかってあるじゃないですか。そして、最後のね、あれをしてすぐ。だから、あれなんていうのかな、初なのか、ずっとあるじゃないですか。そして、そうそう、最後のね、それを全部終えてから、本町に来て、その時にたまたまね、あの人の職場の上司がね、力になってくださってね、一応ね、本町あたりのことをね、詳しい人が自分のお友達でいるから、その人を紹介するからね、その人のお世話になってね、会社を立ち上げなさいって。女の人がうろうろ下手にね、すると騙されるからね、大阪は。だからね、そのしっかりしたね、その人のお友達を紹介してくださった。その人は印鑑屋さんやったのよ。印鑑屋さんやってね。そしたらいろんなことよく知っててね、その代わりその人のところで印鑑を全部作ったよ。会社の印鑑とか、自分のね、実印とか、いっぱいいるわけよ。会社を起こすいうことは。だからもう最初から中途半端にね、結婚相談所ってちんたらやるんじゃなくてね、きちっと有限会社、ね、その頃は、ね、法人、普通の有限会社が70万、資本金はね。そして、普通の会社にするんだったら300万。ほら、資本金が300万っていう時代やったんですよ。昭和60年やから。で、その時に有限会社にするのに、500万のね、いい格好してはね、500万の資本金であかねを立ち上げたんです。だから今でも、ね、会社の履歴を書くなんやかんやってあるじゃないですか、いろいろ毎年いろんな調査して。その時にいつもね、有限会社のくせにね、資本金500万円って毎年書くわけですよ。そしたら銀行の人がね、一番最初にね、女の人がね、立ち上げたこんな小さな会社でね、なんで500万もね、資本金になんかしたんやって言ってね、嘲笑った人がいたんよ。そしたら一緒に来た上司がね、ものすごい怒った。君はね、なんて失礼なこと言うんだ。それはその人ね、一人一人のね、一軒一軒の会社を立ち上げる時のね、夢と希望があるんだって。それに従ってね、こうしてやってるにもかかわらずね、そんな失礼なこと言うもんじゃない言うてね、その人クビになったよ。すごい。女だてらに言ってね、最初からこの部屋でやったんじゃなくて、この近くのね、マンションの一室を借りて、あかねや有限会社を起こしたのよ。そしたらこんな小さな会社でね、まして女の人がするのに、500万ものね、資本金なんかね、って言ってね、若い社員が言ったのよ。このね、若い社員が言って、それを上司に怒られて。それはそうや、そんな失礼なこと言ったらあかんわね。だから、これは、私のいい格好でしてるんじゃなくて、これは旦那さんとね、本当はあの人が定年になったら一緒にやろうって言ってたこと。それに対してね、お香典でいただいた400万と、お見舞い金でいただいた100万を添えて、500万をね、資本金にするんだっていうことをきちっと話してんのにね、そういう失礼なことを言った人がいたんですよ。女だてらにこんな小さな会社で500万もね、資本金にする人なんかない。世間にないことでもね、したらダメなんかって言ったんよ。
ね。そうですね。その心意気が、その、なんだろう、この、ね、女で一つでって言って、女だからそんな風に、見るなっていう、その心意気で、旦那さんの夢を引き継いで、で、しかも小さいその3人の子供を養わなければいけないっていう、そうならざるを得ない状況だったと思うんですけども、その亡くなって数ヶ月で会社立ち上げて、で、あれよあれよと、そう、1250組、こう、成婚させて子供育てながらって、それ、なんかすごい、その女性の覚悟っていうのが凄まじいなって橋本さんの話を聞いててすごい思ったんですけど、それと同時にその、明子さんもその、荒野さんのその喘息、その3年間の時に、あの、一切薬、薬とかは、なしで、自然に治そうって覚悟をされて、で、どんなことがあっても、支える。私がもう稼ぐって腹を決めたって、なんかその本で、書かれてたんですけども、その時の状況とすごい重なると思うんですけども、その時の気持ちってどんな気持ちですか？一つ違うの、やっぱりもう本当に、清美さんはもう、ご家族のこと、苦労でしょ、お姑さんのお世話とかね、それからそういうのをずっとこう、本当に、ある意味もうずっと結婚なさってから大変な思いをされてるけど、私はもう本当に、夫が7人兄弟での4番目の男の子なんですよ。で、私が3女。だから、結婚しても本当に4男3女っていうすごいでしょ。でも全然だからもう本当に自分たちの好きなように、気楽に生きてきたんですね。ただ子供が生まれないというだけで。で、それで、40ぐらいまで来て、で、突然主人が公務員やってたんですけれども、アウト・オン・ナリムっていう本を日本語に訳したいっていうところから急展開して、で、本が出るっていうところになった時にものすごい、病気になっちゃった。喘息やっちゃったんですよ。で、喘息も最初からすごく大人になってからの喘息だからひどいんですね。でも、その時から私なんか神様にいろんなことをこう言われるようになっちゃって、で、神様だかなんだかよくわかんない。もう病院、もうなんかすぐにね、ステロイドでこんなにムーンフェイスになっちゃったりしてね、これはまずいなと思って、だからもうそのお医者さんに行っちゃいけない、薬も飲んじゃいけないって言って、要するにそれが私と主人の3年間の修行だったんですね。それはまさに、清美さんがその結婚して25年ぐらい近く、もういろいろ修行されてきたの、同じような修行、それからご主人が病気だった時って、多分同じような気分だったと思うんですね。で、やっぱりいつ死んでももう不思議がないぐらいの時がずっと3年間続いてて、でも、全然生き返っちゃったんですけどね。だけどやっぱり覚悟って、もう本当に大変でしたよね。やっぱり会社作られたっておっしゃってたけど、私もなんか結構同じ頃に、会社作ってたんだなと思ってね。それはもう主人と一緒に作ったし、なんか作っただけでね、あんまり何をするってこともなかったんですけどもね、今でもまだ続いてる。なんか、何のために作ったのかなみたいな。二人でやってるんでね、もうしょうがないから作った。で、そして公務員を途中で、まだ病気の時に辞めてるんですね。の時はやっぱりね、退路を断つって感じですよ。私の場合はね、それまでお給料もらってて、お給料もらうってこんなにすごいことなのかと思ったんですよ。で、それが一切もうこれから入ってこない時に、私たちは翻訳なんだけど、じゃあどうやって翻訳って言っても最初は年間150万ぐらいしか入ってこないわけ。ってこれでどうやって食べていけばいいのって言ったら、すごく私たち運が良くて、翻訳だけで、もう出版社の人にね、本当に、山川さんを翻訳だけで食べさせていかなきゃとか言ってくれるくせにあんまり払っておけないみたいなね。出版社も貧乏だった。そんなこともありましたけどね。でも、やっぱり、やるぞっていう覚悟でしょうね。ありましたよね。そうやね、女の人の方が、そういう意味ではね、覚悟したらね、女の人はあんまり方々のこと考えないから、ちょっとつ盲信があって、私何でもね、これと思ったらね、ちょっとつ盲信、もうそこまで行けみたいなね、計画もなくね、本当にも
クだったなと思う。よくね、振り返ったらもうね、震えるよ。本当に。そんなね。なんかね、思うよ。でもね、本当自分の責任ですもんね。覚悟っていうの。もうね、いろんなことをね、男の人っていろんなことをこう詰めてやるから、慎重になるから、かえってやれない。とにかくね、やるしかないんだったら、やってみようって。だからね、そんな最初から結婚相談所を立ち上げたから言ってね、どうやって人を集めるのね、そんな方法な、だからね、いろんな物品販売しながらね、いろんなところに行ってね、それがね、一軒にどこかに行くやん。そしたらね、そこへお客さんが、誰かがやっぱりお知り合い、誰でもいるじゃない、お友達。そういう人呼んでくれるわけ。そしたら今度その人たちがね、でそこでね、いろんなお洋服をね、ここら辺は、商売の街やからね、どこからでも仕入れられるんですよ。そういうのを持って行って、いろんなお家にね、行かしてもらって、そしたらそこにね、3人、4人、5人ってお友達が集まるわけよ、誰かのお友達。そしたらね、今度うちにいらっしゃいよ、私のお友達呼んであげるからって、こんなんやったんよ。だからね、販売先にね、困ったことがなかったんよ。ね、そんないきなりね、結婚相談所しようと思ってもね、どうやって集めるのよ、1人や2人来たってね、やっていけないや。だからね、とりあえず、いろんな人を知りたいと思ってね、だからいろんなものをね、洋服とか下着とか、そういうものをね、販売にね、自転車にいっぱい積んでね、で、行ったのよ。そしたらね、そこに行くと、そこにのお友達が集まってくれて、ほんでいろんなもん買ってくれるよね。次いつ来るとか言ってくれるんよ。ね。ほな、その時に自分のお友達を呼んでくれたり、で、そしたらうちへいらっしゃいよ、今度うちのお友達呼んどいてあげるから言って。ほんで、だからね、ものすごい忙しくて、奈良やら京都やらね、大阪中のね、いろんなお家行かしてもらって、そしたらね、いろんなお家行ったらね、その人たちのお友達が集まってくれはんねん。ほんで、いろんなもん買ってくれて、またおいでねって言ってね、もうだから、行商したのよ、行商。自転車で、私ね、車に乗れないからね、自転車で行商したんよ。そしてね、行商してた。私、行商人やったのよ。それで、ね、いろんな、それで、なんとかね、茜屋をしのいだの。だってね、お家の中に事務所を構えてね、お金もかかるじゃない。ね。それこそ、あの人の香典とお見舞い金ではね、資本金にしてはやったよ。だけど、いろいろもろもろお金かかるじゃない。生活もせないかんし。だからね、業種を始めたんですよ。そしたらね、うちにもおいで、お友達呼んどいたよとかね、近所のおばさん呼んどいたよとか、もうそれがね、すごい忙しかったのよ。やっぱり人柄ですよね。本当に人柄。本当に幸せやった。そしてね、その商品はお店がね、返してくれるんよ。売れた分だけ生産したらいいよって。だから仕入れるんだったらね、仕入れ金がいるじゃない。ね、仕入れ金、資本金がいるやん。だけどね、仕入れるのは、とにかく商品を貸してくれるんよ。で、ちょっと売ってもらった方が助かるから。で、だから残ったものは全部返していいわけよ。だからリスクがなかった。売れた分だけの利益やったのよ。ね。そしたらね、またね、電話かかってきて、ね、次いつ来るとか、他の人呼んどいたからいつ来るとか言ってね、いろんな人からね、来てよ言うのがね、自分からやね、ごめんください言うてやね、ハラハラしていかんでもね、来てよ、おいでよって、何持ってくんのってね。そしたら、下着持っといでよ、パンツも持っといでよ、ブラジャーも持っといでよって言われて。すごい。橋本さん、その人が人を呼ぶ力ってすごいあると思うんですよね。そのご縁も、その1250組とかも、ものすごいことですし、その1250組だけじゃないじゃないですか。ご両親とかも絡まってるし。橋本さんがいたらすごい人が集まるなって私すごい感じるんですけども、その人の吸引力って何だと思います？いや、それわからん、それは。私の冗談じゃない。だからね。いや、だからね、どんな賢い人が、どんな立派な人がね、来るかわからないんよね。そしてね、すごい住宅街に行ったりするとやね、おっと、こんなうち、こんな家なんか見たことないわっていうようなお家へ招かれるわけよ。ほんで、そんなね、大きな荷物、それこそ下着やら何やらね、いっぱいね、持ってね、乗り込んでいくわけよ。そしたらね、あなたもおいでよ、あなたもおいでよって近所の人呼んでくれはんねん。ほんで、いや、こんなあんたコートキーな、これあんた似合うよとか言ってね。
ね、呼んだ人が営業してくれはんねん。私が運んでいったら、ね。だからね、次いつ来るんとか言ってね。そしたらまた新しいお客さん来てくれる。だからね、本当にね、行商時代ね、私幸せやった。ね、何年ぐらいになるんですか、それは。それを相当やったよ。6年ぐらいは。いや、ね、だってね、この結婚相談所を開こうと思ってもね、そんな簡単にお客さん、ね、会員さんを集めることなんかできない。ね。だからね、そんなんしてて、で、いや、うちにね、もう、それはね、私結婚相談所してんのよなんて一切言ってないの。だけどね、いや、あなたね、いろんなとこ行ってるからね、もしね、いい人がいたら紹介して、うちの娘の写真持って帰ってとかね、そんなんだったんよ。だからね、こちらがね、私、ね、縁談の話もしようと思ってんのよなんて一切言うてない。だけどね、なぜかそういうの預かってた。ほんならね、釣り書書いて持ってきたりね。で、写真と釣り書を持ってきてね、誰かいい人が、あんたいろんなとこ行ってるんやから、ね、それはどこにも息子も娘もいるやろうから、いい人がいたら紹介してねとかね、そんなんからね、あ、そうや、やっぱりね、こうしていろんな人を知り合うことによって、信頼を築くことによってね、こうして依頼されるんやっていうのをね、体で感じたんよ。すごい。だからね、それこそ下着を売りに行ってやね、縁談頼まれてくるんやで。いや、でも私多分そうだって聞いてきたんですよね。で、昔もまだ本当にそういうふうなオナコートさんっていうのがまだ少しはあった時代、だんだんこう恋愛結婚に移行してきたけれどもね。そうそう、そして釣り書預かったりすると、今度どっかでね、今度何持ってくる？下着持ってくるとかね、セーターとかいろいろ持ってきてみてよとか、靴下なんかでもね、いっぱいいいの持ってきてよとか言われて、そこ行くときに、その人の釣り書も一緒に持っていくんよ。もしね、この人に会う人があったらね、また紹介してねとかいう感じで。だから、行商しながら縁談。ね。だから、行商人なんよ、私は自転車で。自転車で行商して。橋本さんも、あきこさんも、この人を集めようとして集めてない、橋本さんもその結婚相談所の人を集めようとして集めてなくって、この物を売るついでに、この人との信頼関係ができて、それが人を呼んで、で、結婚相談所に、ね、うまく形になっていったっていう、この展開型だと思うんですけども、あきこさんもあきこさんで、こう、困ってたその時とかにふーっと呼ばれて講演会されたりだとか、いろんなところに行かれて、こう、お仕事いただいたり、講演会されたりとかしてるんですけども、こう、なんだろうな、意図しないところから出来上がってくる予想もしない展開、奇跡って、あきこさん、どう思われます？何が、その意図しない奇跡って、どういう心の状態だと、その意図しない奇跡って起こりやすいと思います。結構そういう展開を、なんか視聴者の皆さんもすごい、奇跡的な展開だとか望んでる方が多くいらっしゃると思うんですけども。やっぱり奇跡的ってもう急にこうドカンというわけじゃないですよね。やっぱり行商なさってたんでしょうけど、私も本を出して、やっぱ、本の場合は、本も最初はなかなか売れなくてね。で、私自身が結構爆発的に売れた時っていうのがね、ソニーがシャーリー・マクレーの映画を出してくれてから売れ始めてるんです。3年ぐらい経ってからでしたね。で、それから少しずつ講演会なんか、翻訳者の人だからって呼ばれるようになって、で、その講演会に行くと私結構本を担いで、私の場合は自転車もないから、もうリュックサックでやってたんですよ。で、私本当にね、本気で結構行商やってました。なんか。あきこさんもですか？そうです。だから講演会に行くともう20冊ぐらい担いで売ってくるんですよ。そんな行商いうのは担いでいくから行商なのよ。行商歩いていくから。ね、自分でね、もう行商人だと思ってたんですよ、本当に。だから、みんなで、山川さんみたいに自分で売る人少ないよって本屋さんなんかに言われたけど、今でもね、結構担いでいくんですよね。で、それね、チャンスやもんね。だって、
この人の本やって思って買うわけやからね。そうなんですよね。漠然とあったって買わないけど、この人の、今話をしてる人の本やって、だから買いたいって思うよね。この話の続きがこれでしっかり読めるんだっていうね。そうだ。だからそういうところでは絶対自分の本持っていかなかん。今度私の本も持って行ってね。うまい。うまいな。宣伝がうまい。でね、本当にそうよね。もうね、一番不思議だったのがね、やっぱりご縁ですよね。橋本さんがすごくご縁って言ってけども、その縁っていうのも本当見えない線で、糸でつながってるみたいで、それひょろって言っちゃったところで、その方がすごくやっぱりこうね、ご縁があったんでしょうね。そこで講演会やってくださいみたいなことになって、10年間講演会が続いちゃったりとか、そこに来てくださった方からやっぱり次々に、それこそ、橋本さんみたいに次にいつ来るみたいな感じで、ほど人気はないけど、でも、時々来てちょうだいみたいなこと言われてね、だんだん人が、そんな感じですよね。で、私は、あんまり、二人っきりだからね、生活費も全然かかんないし、病気してお医者さんにも行かないから、生活費いくらぐらいかかってますかって言うと、なんて言って、もうわかんないなんていうぐらいね、なんか貧乏、お金には全然困らなかったんですよね。だから稼がなきゃってこともなかったし、なんかただ、私の場合は本に書いてあることをみんなに伝えたいっていう思いでいろんなことやってたって、そんな感じでしたね。素晴らしい。ようでもないんですよ。私は実はもう橋本さんみたいなね、なんていうのかな。もう、それはサボりって言って今までやってきてます、本当に。いやいや、サボってないです。いや、びっくりします。あきさんのこう、20冊抱えて、今もね、何冊かも、今も持たれて、あまり、買ってくださいとかっていうアピールがないから、持ってきてらっしゃるのは持ってきてらっしゃる分かってたんですけども、でも昔も、そうやってその20冊も、昔からされてたってことだったんですね、この本。講演会があるごとに、背負ってきましたよね。本当に。なんかさすがこの年になるとね、もう背負えなくなって、20歳でもね、やっぱり宣伝しなきゃね。そして著者さんを実際に見たらね、面白そうとか読んでみたいって、それまでは関心なかってもね、著者さんのお顔を見たらね、この人の話聞いてきた、直に会ってきたんだよって自慢できるじゃない、買った人が。だからね、何でもね、誰でもね、優越感持ちたいわけよ。ね。そしたら本一冊見てあれしてもね、どうよ、この本読んでみたらって。この人に会ってきたんだよって言っただけで違うやん。ね。だってみんな本屋さんでどんないい本見つけても、雲の上の人が書いた本やと思ってるじゃない。でも身近な人がね、書いた。そしたら自分たちにもね、何か親近感を感じたりね、そういうもんや。だって人間ってね、みんな寂しいわけやから、なんかそういうところでね、引き合うものがあったらいいなって思ってるから。みんな一人一人孤独なのよ、人は。ね。そうよ。だから孤独と戦いながら、どのようにね、いろんな人とつながっていくかっていうことを工夫しながら生きてるんだと思うんよね。だからそういうことだってやね、山川さんの本よってね、今お話しされてる人の本よって言って隣の人が差し出したとしたらやね、ちょっとね、思うじゃない。だから縁のあるなしっていうのそういうもんやと思うよね。で、山川さんちょっと話変わるけど、岡村さんはい。あれ岡村なんていうの、秀子さん、あきこさん。っていうかな、なんか今そう。絆岡村さんのお世話になって私は大人の婚活の本出したんよ。はい。彼女すごいです。素晴らしい編集者ですね。本当に。この本の時にね、絆出版に、あなたは桜井さんに会ってきたよね。はい。桜井さん。はい。で、あの時にお世話になった、本の時にお世話になった岡村さん。ね。ほんで、あなたの本にもそんなん書いてたから、これって何って、同じ人を知ってるってことは、ね
そんな更新できないじゃないですか。ね、あなた、岡村さんのこと知ってんの？知ってるよ。それがどうしたんって言ったらそんで終わるやん。でも、今日こうしてお会いできる人が、ね、同じ人を通して今日こうして会えてるわけよ。ね。ね、もちろん井田さんがこうして作ってくださったから会えてるんだけど、そのおまけやわね。で、そうですね。ここにね、岡村さんの名前が出てたから、うわわ、これ何と思ってすごい。やっぱり会う前からね、ご縁があったってことですね。本当に。だからね、これは会うべくして会ってんのよ。はいだからね、縁のあるなしっていうのはね、意味が、もう深い意味があって会えてるのよ。ね、いくらご縁よ、これもご縁よ、これもご縁よって軽く言うけどね、やっぱりね、何か深い意味があって会えてるんよね。ね、私はやっぱり魂の問題っていうのはいろいろやってるんですけれどもね、もう自分たちのところに集まってきて一緒に学ぶ仲間っていうのは本当に魂のご縁っていうふうな、もう本当に深い根性で一回あっても、さっきやっぱりもう一回結婚っていう話もなさってたけど、もう多分やっぱり昔も会ってたし、これからも一緒にいるのかもしれないななんて思ってて、もう本当に井田さんだってご縁があるしね、もうそういうふうにつながってたなっていうような感じがするんですよね。だからありがたいな。で、やっぱり他のグループもあるじゃないですか。で、それでもみんなそのご縁でそれぞれのこう渦を作って、で、その渦がだんだん一つになってってみたいなことをすごく感じるんですよね。つながって。ね、本当に縁ってありがたいよね。全然今まではね、知る由もなかった人たちとこうしてね、昔から知ってた人みたいにはね、厚かましくお話できるんやもんね。ね、人間ってしたたかやね。したたかやね。結婚の時もね、ご縁とおっしゃってますよね。だけど本当に何でもこれも何かの縁だからみたいなね。ねえ。だけど日本語の縁ってすごい言葉ですよね。そういう意味じゃ。だからね、本当にご縁っていう一文字でね、みんながつながっていくんやもん。ねえ。ご縁ってなんかその、橋本さんも明子さんもこの戦前生まれの方ってその人とのご縁だとか、見えてるものだけじゃなくて見えない後ろのそのご先祖様だとか、その両親のつながりだとか、人とのそのご縁っていう見えないものをすごく大事に、されてたっていうのがすごく感じるんですよね。だからそれこそその去り際に、見えなくなるまで見送ったりだとか、その見えないものに対するその、大切な仕方っていうのが、なんかすごい重みがあると思うんですよね。で、そのご縁って本当に不思議で、これ本当、このご縁を作る、力っていうのも大事だと思うんですよね。それこそ見えないものを見ようとする力だとかが大切になってくるんだと思うんですけども、明子さんはどう思われます？その、ご縁を大切にする、秘訣だとか、ご縁をつなぎ方とか。あんまりね、そういう意識をして、すごいやっぱり自然体って言って、やっぱりなんか、こう、自分がどうこうするっていうか、結果としてね、もう本当に深まっていくし、それから、多分一回限りのご縁っていうのもあっていいと思うんですよね。でも、それが、永久にじゃなくて、すごく長いご縁と短いご縁とどっちが大事かっていうと、どっちもすごい大事なんですよね。長い出会うのも、で、長いのも。で、だけど、その長いと思ってても、ある時やっぱりこう、終わったって感じの時もありません？なんかこのご縁は続いてたけれども、やっぱりこう行く方向が違うっていうか、それ以上、ご縁ってね、ある意味じゃ学び合いだと思ってるんですね。だから、ご縁ができて、触れ合って、そしてそこでお互いに学び合って、で、それがお互いに学び合う時が決まると自然に別れていったり、または1回だけですごいショックを与えてくれた人もすごいご縁だしとかね。そういう意味じゃ全てがありがたくて感謝っていう、その気持ちだけじゃないかなって思って、あんまり的なこと考えないですね、私はね。そうやね。もうね、何かの奇跡的なことで、奇跡的な出来事で今日会えてるんだけど、
ね、もう二度と会えないかもしれないっていう思いをいつも持っておかないとダメやなと思う。そうすると、心込めてね、心込めてお別れできるし、今日この人と出会ったことのね、奇跡をね、大事に思うじゃないですか。そしたらこの人がどんなことをね、私に学ばせたんだろう。一言でいいのよ。一つか二つでいいのよ。その人が言った言葉でずっと永遠にね、自分の胸の中に残る。ちゃんと残しておく。それが出会ったことの価値じゃないですか。今日こうして出会ったことの価値を大きくしようと思ったら、それをちゃんと自分の中で記憶に収めとかないとダメやわね。記憶に収める。二度と会えない人なんね、二度と会えないかもしれないし、これをきっかけにね、しょっちゅう会えるかもしれないし、ね。でも、もうね、ちょっと毎日やっていくわけやから、どんなこともご縁の大切さを大事にしていくとね、いっぱいの学びがあるかなって思うよね。本当に。だから、一回一回が本当に奇跡的な出会いよね。でももうこの感じでやね、3人でこうしてやね、この時間に会うことなんか不可能やね。もうこれがだったら、もうね、そうでしょ。だから、やっぱり今日お話ね、していただいたことをちゃんと胸に収めて、何かね、一個でいいと思うんですよ。その何かの引き出しに収まってたらね、何かの時に、あの時のあの方こう言ってたよね。このことやんって思えたら、その時すごい感動するよね。このことをあの人は今日このタイミングで私に教えるために、あの人はこの話をしたんだなって思えるじゃない。そしたら、あの人と出会ったことの尊いこの時間のことを思い出して思い起こして、もう二度と戻ってこないその時間の大切さを改めて感じる。だから全てが感じる能力やね。幸せが感じる能力。感じる能力ですよね。だからそういう一瞬一瞬を幸せにね、ちゃんとここに収めておきたいなって思います。ございます。素晴らしい。感じることをね、若い、婚活をなさる方でもいろいろ年齢はあるんでしょうけれども、でも若い人たちにこういうことをね、言ってくださる方っていうのはだんだん減ってるから、すごく嬉しいですよね、本当にね。だからね、あの時ね、橋本さんに言ってくれた言葉がね、今の私を生かしてるんですよとかね、結婚して長くなってもね、20年経っても30年経ってもね、自分の写真ここに貼ってるから見に来るしね、もう他の人、新しい人貼らないかんから私の写真はめくってるだろうとか思う人いるけど、そのまま貼ってるのよ。そしたら、やっぱりあの時のあのままでね、ちゃんとここにね、橋本さんが見守ってくださってるんやなとかね、やっぱりそういうことが絆やと思うよ、人と人との。ね、そんなにね、たくさんの人に来ていただいたけど、そんなにたくさんの人と、これ以上の人とね、今後会えるとは、ね、そんな確信ないもん。ね、そしたら今まで出会った人、一人一人のとの出会いがどんなね、大切なことだったかっていうのをすごい噛み締めてる。だから、ここを結婚して去っていった人は、そういうふうに橋本さんが私のことをしっかり覚えてくれてるっていうことだけでね、それだけでね、価値があるって言ってくれるのよね。だってね、みんな自分が大事なんや。自己重要感。もう自分以外のものはね、自分が一番大事なんよ。だから自分のことをどう思ってくれてるかっていうのを一番に思うじゃないですか。だから、私のこと覚えててくれたんや、この人って。もうそれだけですごい自分のね、価値がね、すごいこう上がるじゃない。だからね、それくらいみんな自分が大好きなんし、自分が一番大事なのよ。でもその自分を粗末に扱ってる人が多すぎるのよ。ね。もっと自分のこと大事に、もっと自分を愛してあげなさいよと思うし。ね。自分を愛せない人は人を愛せないからね。そうよ。私自分のこと大嫌いなんですとか言いながらね。あなたね、自分のことも愛せないのにね、どうして人を愛することができるって。そういう人はね、結婚したら不幸せよっていうね。ね。結婚っていうのは、相手が自分のと結婚してくれた相手がどのように幸せに思ってくれてるかいうことを確認することないの。ね。自分と一緒にいることをどれぐらいこの人は幸せに思ってくれてるかなっていうことをね、毎日確認してこそね、自分が強く生きられるわけや。そうやろ？自分といることが不幸せやったら、こんな気の毒なことないもん。こんな自分にとって不幸なことないもん。ね。だから、こうして、今日、こうして会えたことが、ね、この人が本当に喜んでくれてるんだってね、この人が幸せに思ってくれてるんやって。だからそれが全部自分の中に入ってくるわけよ、自分の懐に。相手の幸せが。
だから結婚は相手の幸せを願うことや。相手を幸せにするために結婚するんや。そやけどもみんな、私を幸せにしてねって。ね。私を幸せにしてねばっかりよ。私を幸せにするんじゃなくて、ね、私をじゃなくて、あなたを幸せにしたいから私はあなたと結婚するのよっていう、そういう結末でないと結婚させたくない。ああ、それ、私はね、実はね、自分が大嫌いだったんですよ。で、知らなかったのね、わかんなかったの。で、だから結婚して、別に相手に幸せにしてほしいっていうこともなかったんですけどね、なんかやっぱりこう、うまくいかなくてね、なかなか。で、それで、シャーリー・マクレーンの本、本当に40ぐらいになってから、自分自身を好きにならないとうまくいかないよってことを初めて知ってね、もう今から40年前に。で、それから自分自身を見てみたら、自分自身のこと、実は本当嫌いだったの。で、なぜ嫌いだったかっていうと、すごい簡単なことでね、女の子に生まれ、古いうちに生まれた3番目の女の子だったんですよ。だからみんな男の子じゃなきゃ嫌だと思ってたところに生まれちゃったから、やっぱり自分はね、そうか。男の子やと、そうか、そうか。男の子じゃないと価値がない。女だから自分は価値がないと思って40まで来ちゃったんですよ。で、それに気がついたときに、やっぱり大変革が起こって、自分って好きにならなきゃいけないって初めて思って、それで、自分をで、それでほとんどひっくり返ったの。それからもうね、30年ぐらい苦労して自分自身を好きになろうと思ってね、やっと、10年ぐらい前に、もうこれでいいやと思って好きになって。それから、やっぱり人生ね、本当に、人を幸せにしてあげられるようになったし、自分になんか人の意見で全然自分が揺れなくなったし、すごい楽になったんですよね。だからもう本当になんか自分自身を、自分は自分で幸せになれるって人に言ってるんで、幸せっていうのは人に幸せにしてもらうんじゃなくて、自分が自分を幸せになればいいんだよって。そういう人が2人結婚すれば絶対うまくいくし、で、今だから、2人ともそう思ってるんで、うちはやっと弱い80にして幸せになったみたいなね。もう、そうですよね。だから今若い人たちって結構分かってる人、本当に若い人はやっぱり自分自身幸せにして、それがいけばうまくいくしね。人に幸せにしてもらいたいと思ってはうまくいかないんでしょうね。そうや、幸せは人にしてもらうんじゃないよ。自分がどう感じれるかよ。そうですよね。どんだけこの人が、君を幸せにしたいんだって言って、どんだけ尽くしてもらっても、それを感じる能力なかったら全然幸せじゃない。自分自身のこと好きじゃないとかね、嫌いな人って本当に分かんない。自分のこと嫌いやなんて言う人、なんでって。自分のことも愛せないのに人なんか愛せないやん。ね。自分のこと愛してる愛があるから人のことも愛せるわけや。もうでも、よかったです、そういう人ってね。お二方とも自分で自分を好きになるとか、自分で自分を愛することができてらっしゃるから、本当に人をそのままジャッジせずに受け入れる、受け入れられてるっていうのは、本当にそこにつながるのかなって、人を受け入れる、ジャッジせずにそのままで見るって結構大切で結構大変なことだと思うんですけども、それって自分自身で一番自分を受け入れダメな時こそ受け入れてるからできてるんだと思うんですよね。で、私もご縁の話につながりますけども、結構アキコさんとかの本で、こうやっていかに自分を愛することの大切さだとか、自分を向き合う、自分と向き合って本当に愛して許していくかっていうのが、すごい本の中から、お会いできない時でも、その本で、学ばさせていただいたりするのも、本当にそれもご縁だと思うんですよね。会うだけがご縁でもないし、本を通して、その言葉を通して、すごい長い人生勇気づけられることもすごいあると思うので、本当にそのお二人の話を聞いて、この本を読んで、ね、なんか、ね、そうやんか、その人の本で何か共鳴するところがあったら、その人に合ってるような気分になってね、もうね、いろいろ会話しながら読んでるもんね。そうよ、そうなのよ、みたいなね、そこにね、その著者さんがいるような気分になって読んでるもん。それでないとここに入らないもん。入らないですね。無機質になるじゃないですか。どこの誰がね、
書いた本かわからんで読んでるんじゃなくて、もうこの著者さんをイメージしながら読むと、ここにちゃんと立ってニコニコしておられるような気がして、ここを共鳴するわ、すごいねってね。そういう交換ができてることが大事よね。ね、だから誰の本でも読めばいいっていうもんじゃない。それ1年前にお渡したそのあきこさんの本結構ずっと持っていらっしゃって、私もね。ずっとここにいつも誰かが来てもずっとここに置いてて。本当ありがとうございます。そうなんよ。ほんでね、軽いし、だからずっとカバンに入ってた。軽い。題名何でしたっけ？題名何でしたっけ？題名。宇宙で唯一の自分を大切にする方法。ね。やっぱりこの宇宙では唯一の自分やんか。自分以外は自分はどこにもいないんやもん。だからね、本当に自分を愛せない人は人を愛せない。そう。で、自分の一番いい友達じゃないと大変。自分と一番いい友達。自分の親友は自分。ね。そうよ。で、もう一人の自分がいろんな人に伝達してくれたら楽よね。自分は中心でいて、もう一人の自分がいろいろね、私の言いたいことを伝達してくれたら楽やなとか。だからね、やっぱりね、自分大嫌いとか自分が嫌いなんですいう人はね、ダメやね。自分を愛せない人が、自分も人なんやから。ね。自分が愛せない人に対してどうやったら自分を愛せるようになると思いますか？もっと自分のことを大事にしないと、ね、あなた自身があなたを大事にしてないのに、なんで他人の男がね、あなたを大事にしてくれるかっていうんよ。ね、自分のことを大切に。でもそれが何もかもが自分がってそういうことじゃなくて、自分のことを大切に思って自分を本当にね、きちっとね、守ってる人でないと、だってね、あなたと一緒になる人不安じゃないですか。そんなんね、私自分のこと大嫌いよ。大嫌いなお前と結婚するアホがどこにおんねんってなるやん。でもそんな方でも橋本さんのところに来るんですか？そうよ。私ね、自分が大嫌いなんです、言って。ああ、そうなんでって、いや、こんな自分って。こんな自分って、じゃあね、自分でそんな嫌いなところを気づいてるんだったらそこ直せばって。そこ直して好きにならなダメよって。自分を愛せない人が他人を愛せるはずがないんやから。ね。だから、結婚っていうのは、ね、恋と愛がなかったらできないわけやん。ね。恋っていう字は、心がどこについてる？愛っていう字は心がどこについてる？頬についてる。真ん中についてるから。ね、愛っていう字は心が真ん中にあるのよ。ね。だから愛がどんだけ大事かっていうか、心があるから愛っていう字は心が真ん中についてる。恋っていうのは下に心がついてるやん。ね。下心や。そう。恋はどちらかというと下心よね。もしかして、もしもしってこいつに声かけたら、ね、寄ってくるかなとかね、最初そんなんや。で、だんだんそれが、ね、気持ちが変わって愛に変わるかもしれないけど、最初のきっかけは、ただ恋がしてみたいなぐらいで接触してくるわけ。だから恋っていう字は、下に心がついてんのよ。それから見ただけでも、ね、恋と愛のね、違いっていうのをね、すごい感じる。愛は、ね、字の真ん中に心がある。恋は下に心がある。だからこれは下心やなと思ったわけよ。で、そういう解説をすると、なるほどって、橋本さんの視点はすごいねって、ほらなって、伊達に年取っとらんよって。感じるだけで、そんな理屈があるかどうかわからんけど、でも恋っていう字は下に心がついてる。漢字の一文字一文字ってものすごい意味があるじゃないですか。そうですね。ね、そして昔から変わらないや、ね、この漢字は変わりましたっていう発表なんかない。ね、ずっと続いてる字で、全部意味があるわけよ。だからね、もう愛と恋っていう字見ただけでね、そういうことがわかるわ。ね、愛っていうのは真ん中に心があるの。だからね、ここが分かったらね、やっぱりね、ご縁っていうのには愛を持って接していかないと成就しない。もうすべては愛が源。愛が基本。すべて愛が基本ですよ。だからね、結婚って、とかね、愛が基本。愛のない結婚なんかしたらダメって言うんよ。
ね、ただ、条件がいいから、この人と結婚してたら、お金にも困らないだろうし、まあ、皆さんにね、周りの人に自慢できるよねって、いい学校出てるし、みたいなね、そういうことじゃないんよ。そこに愛が抜けたら意味がないんよ。そういうことを自慢しないといけないっていうのは愛がないからやね。せめてそこへ自分の自慢できることを持っていってるだけやろ。昔よく参考なんて言いましたよね。学歴と月給となんとかとか言ってね。そういうのをこの頃あんまり言わなくなりました、若い人は。やっぱりね、条件さ、まあ、それはね、その人のプロフィールやから一応は書いてるよ。でもね、条件がいい人がいい人じゃないんよ。ね、いい人っていうのは、自分にとって本当のご縁の人がいい人なんよね。少々何か言っても。ね、100% 何もかもが揃ってなくても、その人の人柄っていうもんがね、一番大事やから、人柄を見抜く力を磨きなさいっていうことが一番大事。ね、条件に負けたらあかん。条件がいい人が素晴らしいんじゃない。ね、それはたまたまそういうふうにちゃんとやってこられた人やから。ね、親たちの教育があってここまで来られたわけやから、だから言ってあなたと会うとは限らない。ね。だから学歴がどうのとかね、そういうことじゃなくて、人物を見て、ね、お写真見てどう感じたか、そして会ってみて、ね、居心地のいい人だったかどうかね、そのあたりをしっかり見なさいねって、そういうことで目がくらんだら、結婚間違うのよ。ね。そうよ。まあ、それは結婚だけじゃなくて、すべてに人生全般において、その人を見極める、力っていうか、で、自分自身が愛そのもので生きれてるかっていう、その自分自身が好きで愛そのままで生きてるかっていうことが一番大切なのかなって思いますよね。そうですよ。だからね、すべてのことが揃ってるから、高学歴やからとか、高収入やからとかね、そういうことだけでね、人を見極めるのは間違いやなと思う。やっぱりその人の魂に触れてみないと。ね。どういう魂を持ってるかが一番大事やなって、いつも思ってるわ。ね、魂を掴んでこいってもうね、お見合いでどこ見たらいいですか？魂を掴んでこいっていうのよ。でも本当にそう思いますよね。やっぱり自分、なんかあそこどこが良かったのって言ったって、だっていいと思ったって、それで終わりって理由がないぐらいじゃないとね、うまくいかないような感じはしますよね。いいと思ったのはもう全体の雰囲気がまあまあだったなやけどね、いいと思ったんじゃなくて、何かね響いたのよ、この言葉が一個でいいからね。ね。なるほどって何かね、誰かと話しててビリビリっとくることってあるじゃない。なんか。ビリビリすればいいんだ。ね、じーっとするじゃない。そういうものを感じるね、場面がなかったら悲しいね。ただ、なんとなく安全やなぐらいではね。今結婚しない人たちがすごい増えてるでしょ？どんな感じで見てらっしゃいます？どんな感じなんでしょうね。私ね、本当に思うけどね、結婚は減るね。第一ね、今思うけどね、なんでこうなったか言うとね、結婚しても、なんていうの、メリットがあるとかないとかじゃなくてね、朝も夜も街をこうね、通勤の途中ずっと歩くよね。昔はね、私らが娘の時はね、白いブラウス着て、カーディガンとか着て、そしてね、フレアのスカート履いてた、花柄の。はい。今はね、見て、なんで私ね、これはね、私、こんなこと言ったらね、結婚相談所のオーナーに怒られると思うんだけどね、確実に結婚減る。街の風景がね、もうね、本当にね、女がね、男化してきたんですよ。女がズボンを履くようになったの。はい。ね、ズボンを履くようになって、ね、アベックで歩いてても、本当にね、いや、羨ましいな、アベックって思わないもん。みんな女がもう黒いズボン履いて、運動靴履いて、男の人とね、どっちが男か女かわからんもん。で、ろくにお化粧もせんと、パーマもしてないし、ね。そしたらね、本当にね、女がね、男化してきた。で、そういうことに気づいてない若い娘たちが。ね、我々の時はね、本当にね、みんなね、女の人はフレアスカート履いてたよ。花柄の。ね。そしてお勤めがもしね、そういう厳しいところで、ね、ズボン履かないといけないようなところだったら帰りにはね、ちゃんと着替えて、ね、スカート履いて帰ってた。そしてちょっとだけ高い靴履いてね。
だからね、街の風景が美しかったのよ。アベックが歩いてる姿が。それに憧れてた、ワクワクしてた。でも今はね、街のね、こう、朝なんか車で送ってもらうんだけど、こうね、両方の道路こうね、通勤の人が歩いてるよね。でもね、男と女が一緒に歩いてるけども、全然それ感じない。だからワクワクしないね。あ、いいなって、アベックいいなって、僕も彼女欲しいなとか、あ、私も彼氏がいたらこんな格好して歩きたいなって、そういう夢がない。うん、もう街の風景がね、ここ5年ぐらいでね、ずいぶん変わった。こんなんでね、恋が芽生えない。そう。私この東警察がそこにあるんだけどね、そこ行ってマイクでね、マイク持って喋ったろうかなと思うよ。本当にね、もっとね、女の人がね、花柄のね、まあそんな花柄じゃなくてもいいけどね、欲しいってことですね。明るい色のものを着てね、ばあさんがピンク着てもいいのよ。ね。本当に若い人がね、ほとんど黒かグレー。そうね、あれは嫌ですね。もうね、そういう意識してね、街歩いてごらん。ほんまにね、ワクワクしないよ。ね、我々の時はね、本当にちょっとしたこう中ヒールっていうのね、これぐらいのハイヒールやけどね、こんな高いんじゃなくこんなね、履いてね、そしてフレアのスカートで花柄。ね、そして上に白のブラウスとか、水色のブラウスとかね、そんなんでちょっとカーディガンを、色のいいのを引っ掛けてね、そんなんやったもん。もっと貧しい時代にやで。ね。だから、その頃のような、そのアベックを見ても、ワクワクしないね。だから、彼女欲しいな、彼氏欲しいなっていう気分にならんの。まあ、その、女性がその男性と同じような格好、そのズボンっていうのが見られる中で、やっぱりその、まあ、自分を愛することにつながるんだと思うんですけども、女性だったらちょっとお化粧するだとか、まあ、たまにスカートを履いたりだとか、そうやってちょっとしたことで、自分を着飾ってワクワクさせるっていうことが、ひいては、その、周りの男性もワクワクさせるし、社会もワクワクさせるっていうのが、まあ、のかなって思うんですけども、自分からそうやってちょっと綺麗にしてワクワクして、で、周りもワクワクさせるっていうことが、すごい大事なのかなって、なんか今の話を聞いてて、思いましたね。で、今はあまりパーマもしないしね、なんかこう、ツンツンの頭でね、あれしてるし、なんか長くしてても、ね、昔は長くしてたらここでね、結んでね、ここにリボンつけとったもん。リボンでここ結んでたりしてたからね、後ろでこうしてても、顔がこうなっても、ここに後ろからリボンでね、こうして結んでたから、ここへね、首のところでね。だからそういうのでね、女は女らしく見えたのよ。だからそういう女を連れて歩く人は必ずね、革靴でもしっかりしたのをよく磨いたの履いてね、ちゃんとしてた。だけどね、そんなもう、そしてね、ジーパンが流行るようになってね、女の人がジーパン履くようになって、これ最悪やね。めちゃめちゃ私履いてます。仕事ではいいと思うんだけどね。ジーパンが流行るようになった時、私もなかなか履けなかったんだけどね。重たいし、なんか窮屈やしね。なんか、もうこういうのを女がこんなんでパカパカ歩いていいんかなっていうのを思った。だからね、そういう風景がね、街の風景が、街並みの風景がね、そういうワクワクしなくなってんの。だからね、本当に後ろから見たらどっちが男か女かわからんもん。アベックで歩いてるっていうね、その美しさいうかね、そういうもんがないもん。だからね、そういうもんに対しての夢がなくなってるね。ぐらいの子はね、ちょっとチャラチャラして、ふわふわしたものを着てるけれども、ちょっと年取ると確かにみんな黒っぽくなっちゃう。東京なんか電車に乗るとね、私なんか割とちょっとこういうピンクとか着るんですけれどもね、着てる人が私ぐらいしかいないっていうことがすごく多いですね。もうものすごく黒くなって、それが結婚が減ってると結びつくとは思ってなかったけど、あるかもしれないですよね。女の人結婚、確かにね、結婚減るよ。だってね、減ってます。持てないもん。やっぱりね、それは男尊女卑の意味じゃなくてね、女は女らしく、ね、きれいにして赤いの着てね、その花柄のフレアのスカート履いていいんよ。だけどね、そういう、まあ、それはその時々の流行りがあるからどうしようもないんだけど、
本当にそういうことにね、もっとね、ファッション業界は気づかないかんわ。ああ、で、なんでこんな風に、ね、だからこうして街を眺めてても、こう車で行くとね、ちょうどいい距離でね、見れるんですよ、歩いてる人が。ね。電車だったらそんなこと感じないけど、ね、車でこう行くと歩いてる人がずっと両方をね、こう行き交うのわかるから、その華やかさが全然ない。我々の時はそういうのでワクワクしたんやもん。うん。ああ、で、でも、あ、みんなそうですよほとんどが、ね。スニーカーみたいなパカパカ履いてね、全然色気を感じない。そう、女性が華やかにしてたら、本当に街活気づけますもんね。なんだろう。男っぽくなるかもしれないしね。そうよ。そうですよね。ちょっと何か赤いものをね、ね、ちょっと赤いよ、ね、もうそんなにものすごく高価なもんじゃなくてもね、その色をもう少しね、選んで、もっと自分を華やかに持っていかないかなって思うんよね。だからそんなにお金かかるもんじゃないしね、そこにね、ちょっとね、注意しないと、どんどんね、そういうものが沈んでいくわ。だって、あれ見てて全然ワクワクしないもん。昔はね、そういうの見てて、いや、羨ましいな、かっこいいね、かっこいいアベックが歩いてて、とかね、そんなんだったもん。そしたらね、自分も彼氏ができたらね、こうして歩きたい。ただね、何か美味しいもの食べたいとかね、高価なもの買いたいとかじゃなくて、そういう様をね、夢見たもんなんよ。今それがない。そこに気づいてる、そこに気づいてる人がいないなと思ってね、これは私がどっかで叫ばにはいかんなと思ってるよ。叫んで。もっと華やかに歩けよって。若い娘たちの大事かもしれない。エネルギーなんですよね、すべてね。やっぱりこうばっかり着てると本当にこう閉じこもっちゃって孤立するしっていう感じだけど、なんかこういう私はピンクしか着られない人なんだけど、なんか開いていくじゃないですか。ね。確かにそうですよね。軽くなるかもしれないですよね、本当にね。だからなんかすごい女らしさを感じる。そのね、女らしさ、男らしさっていうのはね、あんまりいい言葉じゃないけどね、女は女らしくしろって言われたって、女の基準は何やって言われたら困るし、ね、男はこうあるべきって、そんな法則はないから、そんなことを下手に言ったら私もバッシングされてやね、警察がすぐ近くにあるから引っ張られるかもしれないけどね、本当にね、その街に出てね、華やかさがないんよ。それね、意識してね、歩いてごらん、外。確かにそうやな。じゃあ、エレマリアさんって人がいて、すっごい派手な格好で外歩いてる人、彼女みたいなのを広めよう。ね。自分自身をその着飾るとか、こうするのって、自分もワクワクするし、やっぱり本当に街もワクワクするし、エネルギー体ね、先ほどおっしゃられたように、そのエネルギー体なんで、その色によってこの自分も元気づけられるし、自分が元気づけられるってことは、周りの人も元気づけられるってことですよね。ある時ね、やっぱりこういろんな黒い洋服ばっかり着てる人にね、もう黒はもういいから似合うのは分かってるけど、もうちょっと華やかな色って言ったら、私すごい失礼なこと言っちゃったと思ったけど、彼女それから変わったんですよ。で、かなり有名な方なんだけど、本当にそれから見ると、白とか黒着ないで、白とかピンクとか着るようになったら、やっぱりね、彼女のお仕事が変わってきた。だからね、やっぱり色ってすごく大事ですね、本当に。色よ。とにかくまあね、もう質問やけどね、私らかってこれもうね、20年前にね、もう私ここ20年ほどね、何にも買ったことないんですよ、洋服とかもね、何にもね。だけどね、不自由してないんよ。なんていうのかな、もうちょっと色のいいもの着たいなとかなくて、こう、大体こんな色で、まあ、これはもう古いもんやからあれやけど、見えてるだからほとんどね、エンジとか赤とかピンクとかセーターなんかほとんどそれ。黒いのがね、2枚ほど。黒とね、ブルーがね、もう1枚あるんだけど、やっぱりそれ着たときはね、なんか気が沈むもん。だからね、ちょっとなんかね、もう袖口だけでみんな赤いのがあるだけでね、これを自分で見るだけで元気が出るんよ。そうですよね。色の見方でも帰りにはね、黒のコートとかを着て帰ったりするからいいんだけどね。だけどやっぱり日常的にはね、休みの日でもそうやけど、やっぱりちょっと何かどこかね、赤とかピンクとか、せめてエンジぐらいの色がね、ないとダメやなって。
うーん。そしたらね、この赤があるだけでね、自分が元気になるんよ。これね、黒のセーター着てきてね、黒のズボン履いてたらね、もう全然もう男と女の分かれへんもん。ね。そしたら自分でね、元気が、自分が女であることを認識できないんよ。色って大事や。ね。だからこんなんもう20年、20年、私ここ20年ほど何にも買ったことないんよ。でもね、何にも不自由してないん。ちょっとどっか遠いとこ呼ばれたら何着ていこうかなと思うけど、その時なんかね。ああ、でも大切ですよね。そうやって色を味方にして、女であるっていう認識、女性であるっていう認識っていうのが。感じれるんよ。だからね、何かで講演会に呼ばれても、着るもんなんかないよ。そしたらね、子供のが高校の入学式の時に作ったあれがあるんだけどね、洋服。まあちょっとしっかりした洋服やわね。それを着てどこでも行くんやで、今でも。もう40年ぐらい前。40年ぐらい前の、そうそう。ね、そうよ。でもそれでも何も捨てる必要ないし、それでも誰もやね、あんたそんなね、変な服着てなんて誰も怒らないし。そうよ。私、そんなんで、で、こんなんでも20年も前のやけど、このね、赤い色が入ってるからね、今日も着ていこうって。で、何か知らん、ちょっと赤いのが入ってるだけでね、自分が元気になるのよ。これが黒着たらね、本当にばあさんになるんよ。まあ、ばあさんやけどね。でもね、ばあさんって認めたくないんよ。若い。元気じゃね、本当にね。元気です。だからね、せめてこれぐらいのもん、そしてこの下に着てる下着なんやけどね。これは T シャツなんやけどね。まだこれ地味な方で、こんな分で赤とかね。とかね。これ下着よね。これと2枚着てたらもうこれで十分なんよ。ブラジャーまでは見せないけどね。ありがとうございます。でもね、見えないところやから地味でいいんやじゃなくてね、やっぱり自分がこの、ちょっとでも赤があったら、もうそれだけでね、元気が出るんよ。だからね、全部黒で出かけたくない。私も黒はダメ。私は黒はダメ。以外は黒は着ないっていう感じ。そう。だから黒のコート脱いだら、ちょっとどこかここら辺、ちょっとだけでもいいから赤が出るような。そうしないと、なんか自分がどんどんしぼんでいく気がする。やっぱ自分の大切にするっていうことは自分の気持ちを上げるっていうことでもあるし、その自分の気持ちを上げるっていうのはちょっとした日々のその気遣い、化粧であったりだとか、その着るものの色をちょっと気をつけたりだとかすることなんだなってすごく、今のお二人の話を聞いててすごい思いました。そうよ。ね。ちょっと頬紅をちょっと張り込んでたくさんつけるとかな。で、それプラス、そうやって、ちょっとね、こうして頬紅するだけでね、元気出るもん。おっと、まだいけるやんと思うし。ね。そうよ。なんかそれプラス、その女性の強さって、その美しさにも気を使うことでもあるけども、一方でそのパートナーが何かあった時に、自分が大黒柱となってやるっていうその覚悟っていうのが、その女性のお二方見てて、なんかその女性の強さっていうか、真の強さっていうのを、すごく、今日お話しさせていただいてて、すごいひしひしと感じました。やっぱりね、私の友達でもね、本当にご主人が倒れてからね、もう1ヶ月のうちに、彼女はどうしてこんなに成長しちゃったんだろうっていう人がいるんですよ。やっぱりね、頼ってた、どっかで頼ってた人がいなくなるとね、もうおのずと自分がっていう気にもうそこに立たされちゃうのね。そうだね。だからそれまでね、すごい強い自分じゃなかったのよ。だけどね、それがまた湧いてくるんよね、全身に。ここでね、やっと自分のね、舞台が始まるんやっていうね。そう。とね、私が、なんかあなたが主役っていうのは変な言い方だけどね、どっかで女の人って、私は脇役みたいな
こうサボってるところがあったのが、なんかこう、わかります。うん。がなくなっちゃうと、私がやんなきゃってうん。感じになって、自分のみんなが持ってる本来の強さが出てくるような気がするんですね。で、女ってね、やっぱりね、そういう力を与えられてるんよ。男の人ってね、家のことは女の人に頼ってるから、もし妻が亡くなったら何もできないやん。だけどね、女の人はね、両方できるんよ。両方だって旦那を見上げてて、旦那のしてることに対してものすごく関心持ってるもん。でね、一個一個手伝ってるじゃない。やっぱり今日ネクタイこれがいいんじゃないとかね、今日スーツはこれがいいんじゃないとか言って、靴下どうぞみたいな。ちゃんと世話できるっていうのはすごい強いです。だけどね、男の人が女を失ったら何もできない。女に頼ってるから。でもね、女はね、女の人っていうのはね、四方八方にね、目を配れる、神経をね、注げる。だから子供育てられるんだ。いろんなことが同時にできるんですって、女性はね。男の人は子供のね、ちょっとした変化にも気づかなかったら子供死んでしまうやん。だからね、あんな血のみ子が何を求めてるかまでね、ちゃんとピンとくるんやもん。だからそういうもの全部ね、受け止める能力を女の人に与えられてんのよ。そういうのは子供育てられない。ね。だからね、男の人が妻を失ったら、もう本当にもうしなびてしまうやん。でもね、女の人が夫を亡くしたらこんなに元気になるんやで。そうですよね。そうよ、私ね、自分でもね、びっくりしたよ。もうあの人亡くしてね、もう私の人生終わったわと思ったよ。3日目には違ったよ。よし、これから私好きなことしていいんやと思ったもん。エネルギー。ご一緒にいらしたんですか、お姑さんとは。そうよ、姑も小姑もずっといたし、で、小姑が全部結婚するまで8年かかったもん。8年間は妹たちとも暮らした。ね。そして、姑さんとも長く暮らしたし、で、あの人は、娘のとこ行ったのよね。ね。おじいちゃんが亡くなった後でね。娘に子供ができたから、子供の世話しに娘のとこ行ったのよ。で、その40日間ほどをやっとね、自分たち親子で過ごした日があったんよ。で、こんなに気を使わなくて、こんなにルンルン気分で、この素晴らしさ、その40日間味わったんだけどね、ばあちゃんが、その娘のとこへ手伝いに行った間ね、みんなほとんどの人がこういう生活してるんやって。私ってすごいいろんなことに圧迫されてたよなって。でも、その圧迫感があって苦しい日があったからね、解放された時の素晴らしさ。だから言っていい加減にしたんじゃなくて、そう。で、それから、ね、で、だんだん、だからね、旦那さんと本当にね、何にも私たちの家族だけで暮らした日っていうのはね、本当1年もなかった。あの人はその後で亡くなったからね。だけどその1年間で全部やり尽くした気がしたの。今までいろいろなもんに圧迫されてて、こう締め付けられたもんを一気に解放されて、自分のね、親子だけでね、こう暮らすっていうことはこういうことなんやなと思った。でもそれもつかの間に終わっちゃったけどね。そう。でもあの人が亡くなったことによって、ね、やっぱり旦那さんを立てないかんから、あの人の意見を全部尊重せないかんや。だから何かがしたくても、あの人のことをおもんばかりながらやらないかんから、早くね、出かけていっても早く帰らないかんと思うし、これ以上のことをね、して私が稼いだらね、この人が変なお金使ったらいかんしとか思うしね。でもあの人が亡くなってから、もう思いっきり、ね、もう爆発したね。だから亡くなって、もうね、本当四十九日が終わってすぐね、ここに来た。もう私たちの世代っていうのはやっぱり旦那さんがすごい偉い世代なんですよね。そう、いいとこね。でも、男の人は立てていくと、やっぱりね、妻が立ててあげないと、ね、子供たちもなでやし、だからね、男の人を立てるぐらい、ね。男の人ってね、単純やからね、ちょっと褒めてあげたらね、いい気になるしね。いいんよ、男の人をね、上手に操ってね、立派にしていくのはね、妻の力ですよ。はい。私はそれを貫きたかったんだけどね。逆になっちゃって。それは運命です。だからもうね、あの人との2人分をやってると思ってるから。そうなんや。でももう、そしたらもう本当に思う存分もう今、この40年ぐらい、もうやってらしたわけですよね、本当にね。思う存分やね、好きに生きてきたというか、だから言って無茶をしたわけじゃないけどね。本当に、ご縁結びに自分の人生かけてきたね。
なんか先ほどのなんか自分が主役になるって、女性が結構圧迫されて、いけないところを、旦那さんが亡くなった時に、もう自分の人生舵取らなきゃいけないとか、自分が主役になるって言って、舵取る、この女性の強さってすごいなって思ったのが一つと、あとお二方に共通するのって、自分の人生舵取るけども、決して、傍若無人に振る舞うんじゃなくって、ちゃんと男性も立てられるし、あきこさんとかもすごい講演会、荒野さんと一緒にされてる時にすごい思うんですけども、いい感じで自分の意見もちゃんと言いつつ、旦那さんもすごいスポットライトが浴びるように回されているのが、もうなんか素敵なバランスだなとかっていつも見させていただいてて、で、橋本さんも橋本さんですごく、前の方をすごい立てるっていうことを、なんか一緒に触れさせていただいてて、すごく勉強になるんですよね。やっぱり人を立てるっていうのが、自分を卑下するとかじゃなくって、人が輝けるように、ちゃんと相手の心を読み取って立てるっていうのが、すごいお二方を見てて、すごいなんか学ぶべきところだなとかっていつも拝見してて、すごく勉強になります。素晴らしい解説やね。本当にね、もう私たちがすごい一段上に上がった感じがするわ。でもね、やっぱりね、常にね、相手があって今日こうしてお話できるわけやな。一人でここで喋ってたって誰も聞いてないし、録音してるわけでもないし、録音したからってそれをどっかにぶちまいしたってダメやん。ね。誰かと話してる。でもいつもその人を立てながら話するっていうことはね、その人をいい気分にさせて、そしたらその人の本音がどんどん出ていくから、その人を理解しやすいのよ。ね。こちらがさっきね、わー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 こうして畳み込んでいくと、この人が話したいこと話せないやん。そしたらこの人の本質が見えない。ね。だからどんな人でも、ね、とにかく話しやすい雰囲気を、その人が話せるんだって話しやすい、あなたがね、話していいんだよっていう雰囲気を作ってあげると、口下手ですとかね、口が重いですとか言うてる人がいっぱい喋るもんね。やっぱり喋らさないとダメなんよ。誰でもね、何でも今日はいい時間やった、楽しかったよ。自分が思いっきり喋ったから楽しかったんやで。あなたの話を聞いて楽しかった。いやー、橋本さんに今日いい話聞いたわ。楽しかったわ言うけども、あなたがいっぱい話せたから楽しかったんだよっていうことない。そういうことや。だから誰でもやっぱり話したいのよ。ここにもう詰まってんのよ。ね。だからここら辺から切り開いてやね、見てあげたいぐらいやわ。ね。だからね、話をさせてくれたっていうところに満足感ある。ね、それもそうなんだろう。私はね、なんかね、やっぱり人を立ててる方が自分が楽なんですよ。要するに。なんか、こっちの話を期待してるなと思ったら、下手なこと言えないや。この人の期待に応えないか思うからやね。何を言ってほしいんかなと思うじゃない。何を言ってほしいんかなって褒めてほしいだけやろって思うんよ。だからね、なんかどこかでね、こうしてね、ちゃんと褒めといてあげたらね、今日はいい気分やった、橋本さんと話して満足したっていうの。ほんなら帰ったら必ずね、今日はいっぱい褒めてもらっていい気分やったわってこうやで。だからね、誰でもね、褒め言葉を待ってるんよ。私褒めることもないけど。だからどっかのところでね、早いめにね、1時間話する時間があるとしたらね、早いめにね、20分以内ぐらいにね、その人褒めといてあげるんよ。そしたらその人の心は安定するんよ。ね。心が安定したら、少々今度厳しいこと言われても、厳しく受け止めないんよ。だから楽しかったになるのよ。最初褒めてくれて、最後にはね、厳しいこと言われたら怒るやん。ね。だけどね、最初に褒めといてあげたら、ニコニコしてやね、自分をどんどん喋るやろ。ほんなら話聞かしてもらえるから、次に返す言葉があるね。参考になるやん。私はね、多分ね、やっぱり、聞き役が好きなんで、うまいんですよね。で、その話を聞くのがすごく好きだから、結果として立てることになっちゃう。だから、自分でやっても、結構自分より人に話させることの方が多いし、楽だし、人の話聞くのがね、今日なんか橋本さんの話聞くと、なるほど、なんて思って、自分の知らない世界聞くのすごい面白いじゃないですか。
とか立てないとかいうよりか、まあ、夫の場合はちょっと立てようとするところあるけど、他の人の場合はもう本当にそうじゃなくて、なんか、もうその方が私が楽だもんね、みたいな感じです。力みがないですもんね、あきこさんに。いつも本当に何かをしようとかっていうんじゃなくて、本当にただあるがままの、何の抵抗も力みもないので、いつも本当に。あった時がね、ピコちゃん楽やわね。女の子周りがね。人気者になる前に一緒にジョイントしたんですね。で、今日1時間話すってことになったけど、私、なんかみんなピコちゃんを聞きに来てるよねっていうのがすごい分かったし、それから、で、私15分話したらもう話すこと、彼女褒めるのが私の役割だから、15分も褒めたらもうそれ以上褒める必要もない。みんなが聞きたがってること、私15分しか経ってないけど、もうピコちゃんにやっちゃいますとか言ってね。こういうふうな、もう自分が楽なことやってるだけなんですよね。だから、で、最初私はやっぱりこうインタビュアーって下手かなと思ってたけどね、インタビュアーになったらすごいですよ、本当に。人から引き出すの。自分喋らないっていう感じで。人は向き不向きってそれだけみたい。なるほど。橋本さんの場合はやっぱりこうお二人をマッチングさせるときに、やっぱり相手の話を知るためにすごい聞かなきゃいけないでしょ。で、やっぱり褒めたり、けなしたり、すかしたりしなきゃってすごい話術だなって思いますよね、本当に。やっぱり褒めてあげないと、後の話を素直に聞かないわな。そうですよね。やっぱり何かどこかにね、劣等感を持ってる人たちやからね。だからその劣等感を緩和させてあげるいうことと、ちょっと自信を持たせてあげるいうこと。あんまり登らしたらね、この鼻高々してやね、俺はモテるんだみたいになったら困るから、そこを調整しながらね、適度に褒める。でも、注意するところはちゃんとね。そう。結局はもうカウンセリングなんですね。カウンセリングっていうか、本当にその人の間違った、なんか、思い違いとか思い込みみたいなものをほぐしてあげるみたいなね。でもよ。忙しいから大変ですね。ありがとうございました、本当に。そう。帰られたら、もう1時間半以上な。ね、もう、いや、橋本さん、本当エネルギーが。86歳とは。でもね、皆さん、今年齢ってどんどん若くなってるんですよね。もう今60の人って私から見ると、今、40代ぐらい。で、今80代でもみんな若いし、80歳でしょ。で、今、だから私たちが90歳になった時は、今の90歳とは全然違うと思うんですね。だからなんか年齢一つって。そう、年齢、80で走りって普通ないですよ、昔とかって。もう当たり前のように80歳の人が走ったり、で、絆出版の桜井さんは90でまだお元気でバリバリ仕事されて。この前テレビ出てたね。桜井さん。桜井さん。すごいですよね。まだお元気やったからよかったわ。元気ですよ、本当に。いや、本当、橋本さんも、あきこさんもいつまでも、憧れの諸先輩方で、なんかもう第一線でずっと活躍していてほしいです、本当に。偉いね。皆さんって偉いね。そうやって人を立てることちゃんと知ってるね。そうですよね、本当に。なんか中話題みたいね。中を和やかに取り持つお薬みたい。そういう話じゃないけど、やっぱり井田さんみたいに、ジュンさんみたいに美しい方が、やっぱり女性ありがとう。それを広めてほしいみたいなとこありますよね。だからね、こういう人が中に入ってね、私が話させてもらうといくらでも話せるよね。そうです。ね。そうよ。こういう話してください言わんでも勝手に喋ってるやん。いや、すごい本当に貴重な、その戦前を経験された方がすごい、こうやってお仕事されてる方ってすごい稀ですし、で、しかも80代でね。80代で、で、しかもまだ現役でバリバリで女性で、あの時代からこの自分の仕事をして、戦前生まれの方で、こうやって第一線で働いてて、しかも、
いろんなところに公園行かれたりってされてる方って本当に珍しいと思うんですよね。珍しい存在なんや、私たち。すごいや。すごいのか。すごい。だからそういうお二人にすごい今日、いろんなお話聞けてすごく、良かったです。ありがとうございました、本当に。いや、嬉しいわ。あなたがね、こうしてね、ちゃんと段取りしてくださったからね、会えたしね、こんな話も言いたい放題にね、全然まとまらない言いたい放題に、これ編集するとしたらどうされるやろ。なんでいいでしょ。いや、生ライブなので編集はしないです。そのまんまです。一言一言ですよね。みんなそれぞれに、橋本さんの一言、井田さんの一言、私たちの一言が、誰かの心に突き刺さるっていうのがね、それが、楽しみですよね、本当にね。本当ですよね。うん。だから、編集はね、しなくてもいいんでしょうね。今度は録音しようね。今度はどこかで、私東京行くし、いつでも。ああ、そうです。直に生で会いたいわ。まだ今やったら行けるで、東京でもどこでも飛べるよ。今やったら泳いでいくよ。こんな私は瀬戸内海の海を泳ぎまくった女やから。ああ、そう。生まれはどこなんですか？瀬戸内海の小さな島でね。小さい島がいっぱいあるんですよ。大崎上島っていう島でね。はい。そこで取れたんです。広島です。広島県ね、豊田郡。どこら辺わかります。大崎島でね。そうなんです。大崎島ってね、地味な島なんだけどね、NHK でね、ちょっと評判になったのよ。私がNHK のね、取材を受けてる時にね、私の生まれ故郷の話をしてたんよ。そしたらそれをね、南さんっていうカメラマンがね、しっかり聞いててね、それを山田洋次に伝えたんですよ。そしたらね、大崎島っていう島をね、もう名もない島なんよ。それなのにね、その時にちょうどね、東京家族っていうね、東京家族っていう映画を撮影してたんですよ、山田洋次が。ほな、その時ね、大崎島に行ってね、本当は尾道が舞台だったんだけど、大崎島に行ってね、撮影したんよ。橋本さんきっかけだったんですね。そうなんよ。それね、ほんでね、その後でね、私たちのね、70の時のね、70歳の時のね、同窓会が大崎島であったんよ。その時に行ったらね、そしたらね、その時のね、山田洋次が映したね、映画のね、記録がね、ずらーっとね、大きな行動にね、貼ってあるんよ。ほんでみんながね、自慢してんのよ。山田洋次が来てね、この島をね、ここを移していったんだって。ほんで、東京家族っていう映画でね、って言ってね、島のね、同級生たちが自慢してんのよ。それは私はがきっかけでこうなったんやでって言いたかったけど言わなかったよ。みんなね、そんな島やから、そんなんね、そういうようなことで取り上げられることなんかなかったんよ。それなのに、それを私がたまたま自分の撮影の時に、南さんっていうカメラマン、この人はね、もう日本一のカメラマンよ。ね、ここにあるけどね。そしたら、それを山田洋次に話したんや。こんなんで大崎島、この撮影は大崎島に行きましょう、言って。すごい。それで映画ができたのに、それをやね、島の人たちが自慢してんのよ。そしてね、大阪から一緒にね、行った同級生の人がね、清美ちゃん、ここやで、出番はって、はよ言ってね、自慢して言ってね、言ってくれたんやけど、そんなこと言いたくなかったから、黙ってたんやけど、大きな行動にね、その時の映画のね、あれをね、いっぱい写してね、写真貼ってね、で、同級生がいっぱい集まってるわけ、全国からね。そしたら、それを自慢してんのよ、田舎の人たちが。きっかけやかなとか思ってたんやけどね。すごいですね。何がきっかけになるかが。影響力大きいから、これからもね、いろんな影響力を。だからね、大崎島っていうところで生まれたんよ。小さい島がね、瀬戸内海やからね、小さい島がいっぱいあるんです。でね、なんで茜屋って名前つけたか言うとね、島がいっぱいあって、島と島の間にね、その夕日がね、こう私が学校帰りにね、3時か4時ぐらいに帰ると、夕日がこう落ちていくんですよ。その夕日が落ちた、その色が、その波の上にね、こうして、ね、ピンクなのか赤なのかオレンジなのか、
何色なんていうような色でね、こうして波の上にね、こうね、綺麗な波がこうなるの。でね、何色やろって、オレンジか赤かピンクか黄色か違うよな。茜色やってその時に思ったんです。その時の茜色っていうのが今の私の社名なんです。これは茜色って言うんやって。だってピンクとも言えないし、オレンジとも言えないし、赤とも言えない色なのよ。その夕日の色がね。緑の波の上に落ちるわけやから。ね。だから、なんとも色のつけようがなかったん。その時に、そうなんや、これが茜色やと思ったん。それがずっと脳裏にあって、ね、ここを立ち上げるときに茜屋にしたん。だから茜屋の原点は大崎島です。大崎島。大崎島。広島県のね、小さな島、瀬戸内海の小さな島。私のふるさとは瀬戸内海の小さな島です。そこで取れた一匹。大きな一匹ですね。大きな一匹。思いっきり泳ぎ回りました。ありがとうございます。本当なんかその80になってもエネルギッシュな橋本さん。なんかもう90、100まで、もう100、なんだったら120まで。まあ、99は目指してるよ。99。瀬戸内さんが99で亡くなったからね。一応、瀬戸内さんを目標に生きてきたから、だから、あの人が生きてる時は元気やったんやけど、あの人が亡くなった時ちょっとがっくりしたけどね。やっぱり死ぬんや、人はって思った。この人は死なないと思ってたんよ。だけど、やっぱり死ぬんやと思って、だから99。はい、もう100まで。99まで見守ってよ。100まで頑張ってください。仕事を続けてください。すごく励みになるので。ありがとうございます。あなたみたいなお肌ピンピンでね、もうどうよ、このお肌、綺麗な肌して腹立つ。腹立つ。綺麗で、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、はい、ありがとうございます。本当に今日は貴重なお話、あきこさんも橋本さんもありがとうございました。ありがとうございます。はい。視聴者の皆様もありがとうございました。失礼させていただきます。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。